もっけから問題だが、コマロは劉備が建国した国の名前を知っているか？何を今さら、蜀に決まっているだろう。曹操曹丕が義、孫権が呉、劉備が蜀。これぐらい知らないでどうするんだ。はい、外れ。答えは蜀ではありません。あれ、答えは漢です。高校の世界史でもちゃんと蜀って習ったぜ。漫画でも蜀って書いてあった。確かにそうだな。しかし国語は漢なんだ。はあ、そういえば確かに蜀漢とも言うよな。漢といっても、劉邦の漢、劉州の漢、劉備の漢とあって、ただの漢だとどれかわからないから、区別して呼ぶ必要がある。だから劉邦の漢を正漢とか前漢、劉州の漢を東漢とか後漢って言うよな。そう考えると、劉備の漢を蜀漢と呼ぶのは当然だ。ただ、正式な国語を省いてただ蜀と呼ぶのは異例のことだ。今日はこの謎を探っていこう。まず劉備の国語が漢であることは、正史三国志に記載されている劉備が即位する際の記録を見れば明らかだ。家臣が劉備に即位を進めた上奏でこう言っている。漢とは酵素が起こったところに基づいて定めた天下の国号です。大王は先帝の足跡を踏襲され、また漢中において公記されました。さらに劉備が天地の神に即位を報告する際の文章を、漢は天下を支配し、歴数は無限ですという言葉で開始し、さらに備は明らかなる天命を恐れ、また漢の国家がまさに地に落ちようとしていることを恐れていると述べ、厚備は神々を幸いを漢家に授け、長く視界を安寧にしてくださいますようにと結んでいる。なるほど、完全に漢だね。さらに正史三国志の蜀書容疑伝には、蜀に仕えた容疑が紀元241年に回した紀漢保信参という書物がそのまま掲載されている。この紀漢保信参は劉備、諸葛亮をはじめとする蜀の人物を紹介する書物だ。241年というと、諸葛亮の死の7年後、蜀の滅亡の22年前か。題名からわかるように、当時の蜀の人は自分たちの国を紀漢と呼称していた。ちなみにこの書物では後漢のことを中漢と呼んでいる。前漢、中漢、紀漢と区別していたんだね。紀って末っていう意味だったよね。そうだ、自分たちを漢の生き残りみたいに考えていたのかな。いずれにせよ蜀の人が自分たちの国を漢と呼び、決して蜀とは呼んでいないのがわかるだろう。そうだね。そもそも蜀というのは、西都を中心にした今の四川省一帯を指す名称だ。北京周辺を蘇州周辺を呉と呼ぶようなものだね。正式な国号で呼ばれず、その地方を指す名称で呼ばれているわけか。でも、正史三国志も、李史、蜀史、呉史という構成だろ。なぜ蜀については正式な国号をつけないんだ。正史なのにおかしいだろ。正史三国志の著作者である陳寿は蜀の人だ。彼が生まれた時、まだ諸葛亮は生きていた。そんな陳寿が自分の生まれ育った国の名を知らないわけはない。ますます不思議だな。ところがこれは不思議でも何でもなく、陳寿が三国志を表した時代を考えればやむを得ないことだったんだ。やむを得ない。そうだ、陳寿が三国志を表したのは秦の時代。そして秦は義から禅譲を受けて天下を支配している。その義はというと、漢の検定から義の文定、すなわち曹丕が禅譲を受けている。つまり天子として天下を治める正当な権利は漢の検定から義に、そして秦に受け継がれている。そこに漢の正当を受け継いだ劉備の漢などというものが割り込んでくると、義から秦に受け継がれた正当性というものが揺らいでしまうのだ。だから陳寿としては義を正当として扱い、義の皇帝のみに定期を立てるのは当然だ。しかし陳寿はそれだけでは不十分と考えた。それが劉備の国を漢と呼ばず蜀と呼ぶという選択に至った理由だ。漢と呼ぶのと蜀と呼ぶので何が変わるの？例えば三国志が義書、漢書、呉書となり、劉備が漢の君主として紹介されているとどうだろう。仮にそれが定期という体裁をとっていないとしても、三国志を読む人はどうしても漢の正当は後漢から劉備の蜀漢に受け継がれたという印象を持ってしまうだろう。はあ、芝縁は義から禅譲を受けて帝位についたから、その禅譲の正当性を否定するような見え方はよろしくないわけか。紀の朝廷では劉備劉禅の政権を呼称するときに漢とは呼ばず蜀、蜀族などという言い方をしていた。なぜなら義へ禅譲した以上、漢の天下は終わっていないといけないからだ。陳寿は義、秦から見た呼称に従って漢と呼ばず蜀と呼ぶことにしたと考えられる。陳寿は別に祖国を軽んじたわけじゃなく、当時の情勢から見て漢を蜀と呼ぶのはやむを得ない政治的判断だったのか。陳寿としては義が唯一の正当であると扱わざるを得ない。そして問題は蜀漢と合同を扱うかだ。極端に言えば署名を三国志ではなく李書としてしまい、蜀漢と語については地方の反略者扱いにして思いっきり簡単な記載で終わらせてしまうことも可能だったんだ。そうすると例えばどうなるの？ほとんど義の人物の伝記ばかりにして、最後の方に劉備伝、
友禅殿、諸葛亮殿、孫権殿、陸孫殿あたりつけておしまいとか。カムとか張飛の伝もないとか。そうだ。それは味気ないな。それだと後世にこの時代が人気を呼ぶこともなかっただろうな。陳寿は蜀の人だった。そして義を正当として扱わざるを得ない中で、極力自分の祖国である蜀のプレゼンスを高めようと考えていたらしく、三国志の中には彼の不信の跡が数多く見られる。その第一歩がまずこの書物を義の歴史書ではなく義語蜀の3カ国の歴史書として位置づけることだと言えるだろほう、なるほど。続いて司書の並びを義蜀語としたことだ。蜀と語では国土の広さも人口も語の方がはるかに上なのに、あえて蜀を前に持ってきた。また劉備劉禅は定期でなく列伝にしているのは仕方がないが、直接の意味名で呼ぶのではなく選手、公主と呼んでいる。一方で孫権は意味名で呼び捨てだ。それに劉備や劉禅の皇后の伝記は皇后伝としている。一方で語の皇后は全て婦人扱いだ。蜀と語で露骨に差をつけているな。さらに陳寿は劉備が漢中王になる時の検定への上奏文と皇帝に即位する際の臣下からの上奏文、そして劉備の天地の神への報告文を詳細に三国志に記載している。一方で陳寿は曹操が義王になった際の検定の御事のりは三国志には記載していない。曹丕が皇帝になった際については検定の前情の御事のりは記載しているが、曹丕が即位の際に兄を語ったかは一切記載がない。あれ、曹丕の即位のいきさつは正史にも詳しく書いてあった記憶があるけど。それは別の著者の検定伝という書物を廃将氏が三国志の中に加えたものであって、陳寿が表したものじゃないんだぜ。陳寿の本文だけを見ると、曹操曹丕の即位の記述は劉備と比べて極めてあっさりしているんだ。まあ孫権の即位の記述はおっとあっさりだけどな。陳寿は劉備を定期でなく列伝で扱ってはいるものの、彼が皇帝に即位する記載は義の皇帝以上に詳細に扱っているのか。この問題は今まで多くの学者が指摘しているので、視聴者の中にもご存知の方が多いと思う。とにかく一目見れば明らかなので、まだの方はぜひ一度見比べてほしい。さらにさっきの期間保身さんだ。これを本編に加えることで、陳寿は蜀の人たちを間接的ながら大量に紹介することに成功している上に、蜀の国号が漢であり機関と呼ばれていることを分かりやすく暗示している。陳寿の三国志ってあまりにも簡潔すぎて、後から廃将氏が大量の中で補ったほどなのに、機関保身さんはその簡潔すぎる陳寿の著作の中に入っているんだもんな。もう一つ、これも散々語られてきたことではあるが、諸葛孔明つまり諸葛亮が現代でもヒーローとして高く評価されているのには、陳寿の働きも小さくないんだ。あれ、そうなの。なんか陳寿は昔諸葛亮の息子の諸葛瞻から悪い扱いを受けて、その恨みもあって諸葛瞻のことをあまりよく書かなかったという話を聞いたことがあるけど。それは口頭無形だ。陳寿は諸葛亮を大いに持ち上げているんだ。でも諸葛亮伝の最後に臨機応変の軍略は彼の長ずるところではなかったのではないかとディスってるじゃん。最後の最後に落としてるだろ。その評価は事実だからしょうがない。それに最後にマイナス点を記載するという評伝の書き方はよくあることだ。でも諸葛亮は天才軍師じゃないか。なんでそんなディスり方をするんだ。それについて語ると長くなるから、それはまた別の動画でな。分かった。諸葛亮について語ると動画が何十本にもなりそうだし、陳寿と諸葛亮についてだけでもこの動画では語りきれないので、また別の動画を作るつもりだが、ここでは一つだけ語っておく。陳寿の三国志は繰り返しだがとても簡潔なんだが、その中に諸葛亮の水死の表が伝聞収録されている意味は大きい。陳寿が収録しなければ諸葛亮の水死の表の内容を我々が知ることはなかったんだね。そうだ。中国の学校で習う古文の教科書にも水死の表は収録されており、とても有名な文章だな。技巧に優れた微文というわけではないが、書き手の心情が吐露された読み手の心を打つ名文だ。この文章が残ったことで諸葛亮の誠実さと忠誠心を誰もが知ることになった。これが伝わらなければ我々は彼の心からの思いを知ることはなく、彼をこれほどの中心として認識することもなかっただろう。そうするとどうなっただろう。諸葛亮は後世の人々にとって頭は切れるが厳しい宰相という印象の人物となり、知恵と忠義の両方を兼ね備えた理想的な家臣として神格化されることもなかっただろうな。なるほど。余談だが、3個の例のエピソードは随史の表にしか記されていない。三国演義の名場面である3個の例が後世に伝わったのも陳寿がこの文章を三国志に再録したおかげだ。他にも淳育や淳雄とか同時代にたくさんの上奏文があったんだろうけど、その中で諸葛亮の水死の表が選ばれて収録されたのは大きかったんだね。改めて思ったんだけど、
生死を編纂する歴史家のスタンスが後世に与える影響って大きいな。伝記を立てる人物の選定に始まり、膨大な記事をどう取捨選択するかによっても後世の我々が受ける印象は大きく変わる。だから史実と史書のギャップに着目し、時には断片的な史書の記載から背後の状況を想像することも必要だな。それでは今回はここまで。